おすすめできる理由4選。ジャスパルと申します。ついに登場しましたラティオス。ドラゴンタイプの木の実を集めるポケモンとしてはボーマンダをはるかに超えるほどのポテンシャルを秘めたシンプルなバケモンでした。詳しくはこちらの解説動画をご覧ください。そんなラティオス、初心者や無課金でゲットするかどうか迷っているという方がいらっしゃったらぜひ狙ってみてほしいなと思いましたので、その強さについて要点を分かりやすくお伝えしたいと思います。私自身が完全無課金で2アカウント累計2000日以上遊んでおりますので、何かしらの参考になれば幸いです。それでは参ります。ということで、ラティオスを狙ってほしい理由4選。イベントの即戦力になれる、厳選が比較的楽、今後のゲットが絶望的、達米厳選が遠い。この4つになります。順番にお話ししていきます。まずはイベントの即戦力になれる。これは特に初心者の方におすすめできる要素です。1匹目にゲットできる正確サブスキル固定のラティオスであっても、イベント2周目にはスキルレベルプラス5の効果を受けてスキルレベルマックスの流星群をぶっ放すことができます。このパワーがなかなかぶっ飛んでいて、ヒーラー込みでラティアスも編成できていれば木の実イッチのレベル30木の実エスライチュウなんかよりもパワーを出してくれるみたいなんですよね。こちらのレノンクスさんの計算ツールでは絆の力解放後の木の実の量になっているんですが、解放前であったとしても即戦力として迎えられるくらいのパワーがあるんじゃないかと思います。2周目もドラゴンタイプ以外は再び木の実ガチャが発生しますし、一緒に眠れば眠気パワーにもボーナスがかかるので、安定した戦力兼眠気パワーボーナス担当として素早くお迎えして編成してみるのもおすすめかと思います。なおスキルレベルプラス2の1周目だとそこまでパワーは出ないんですが、それでも木の実ガチャの結果次第では十分に即戦力になってくれることと思います。この画像ではレベル25のスキルレベルアップ S まで解放してある想定なんですが、完全に初心者だとレベル25のラティオスをゲットするのってちょっと難しいかもしれません。特に2周目の即戦力として眠気パワーのボーナス担当として素早くお迎えできるとたくさん恩恵を受けられるかなと思います。なおおすすめできる即戦力という意味で言うとオンバーンが最もおすすめではありますね。イベント2周目であれば進化したてのレベル36スキル確率アップ M くらいあればレベル50木の実 S 樹海院と同じくらいのパワーが出せるみたいなので、ラティオス以上のパワーになります。本当にオンバーンは進化が遠いので、とりあえず即戦力にできるラティオスよりもいろんなハードルは高いんじゃないかなと思うんですけれども、そこはまたゲットした個体に応じて要検討ということで、そんな感じでラティオスエナジー的な即戦力としても眠気パワーのボーナス的にもひとまず1匹確保してみてほしいなと思います。そんなイベントの即戦力になれるでした。続いて厳選が比較的楽。こちら無課金的には非常に大きな要素かと思っています。というのもラティオス結構どんなサブスキルでも強いんですよね。こちら左から最大所持数アップ L スキル確率アップ M お手伝いスピード M 木の実の数 S を持ったラティオスたちです。レベルは50、スキルレベル6、睡眠時間9時間3食付きの想定です。特に強力なサブスキルは木の実の数 S とスキル確率アップ M となっています。ドラゴンの数がどうとかラティアスがいるかとか日中どれだけタップできるかとか条件次第で結構変動しちゃうので、木の実 S とスキル確率アップ M どっちが強いっていうのはね一概には言い切れないんですけど、とりあえずどっちも強いですが、真ん中のお手伝いスピード M のラティオスもそんなに悪いわけじゃないですよね。スキル確率アップ M のことそこまでエナジー的に差はありません。これはラティオスがスキル確率の低いポケモンなので、お手伝いスピードがアップすることによるスキル期待値の貢献度が大きくなるという特徴があるためなんですよね。詳しい説明は省いちゃうんですけど、ポケモンスリープにはスキル天井というシステムがあるため、特にスキル率の低めなポケモンのお手伝いスピードアップってスキル期待値に反映されやすかったりするんですよね。ライコーなんかもお手スピアップのスキルへの恩恵が大きいポケモンになってます。てなわけでお手スピ M 実はスキル確率アップ S よりスキルの期待値増加してたりするんですよね。みたいななんやかんやもありまして、お手伝いスピード系のサブスキルも悪くないので、これにサブスキルの種とかまで含められれば少ないゲット数だったとしても結構現実的にそれなりには強いラティオスを育成することができると思うんですよね。そしてなんなら1匹目より強い子がゲットできなかったとしても
レベル50最大所持数アップ L のラティオスってレベル60キノミエスボーマンダに匹敵するくらいのエナジーを稼げちゃうみたいなんですよね。これ本当に合ってるんですかね。本当に伝説ポケモンのキノミバーストの威力にただただ脱帽ですね。もちろんね、この計算ツールの設定だとラティオスのこのエナジーって周りのポケモンたちの木の実のエナジーも入っているので、単体でいわゆるお通し個体だったとしてもレベル60ボーマンダに勝てるとは言い切れませんし、ボーマンダは鍋拡張できたりお手伝いブーストダメして強かったりとか、あとは一応ラティオスよりは育成しやすかったりとか、一概に比べられるものではないんですけど、ラティオスの方もドラゴンの種類を増やせればこれよりもパワーアップできますし、ラティアスを入れてもパワーアップできますし、本当にラティオスというポケモンの素の能力がとんでもなく高いので、1匹目のラティオスだったとしても育成しちゃえるぐらいには強かったりするんですよね。そんなわけで、そもそもラティオスという生き物がバケモンなので、少ないゲット数でもそれなりの子がゲットできるかもしれませんし、ここねちょっと言い方に語弊があるんですけど、伝説のポケモンなので妥協しやすいんですよね。しやすいというかせざるを得ないが正しいんですけど、それもある意味利点かなと思ってます。伝説のポケモンはみんなそこが利点だと個人的には思ってるんですけど、本当にマスターサブレなしで無課金の場合って物理的に3匹とか本当に運が良くても5匹とかがゲットできる限界かなと思うんですけど、本当にその中でもそれなりの子がゲットできそうだったりとか、なんなら1匹目でも強いっていうのは無課金にとってめちゃくちゃ大きな利点だと思うので、ラティオスいろんなサブスキルを強く使いこなしてくれて、厳選が比較的楽で妥協せざるを得ない、ここが無課金目線でのラティオスの大きな魅力だと思ってます。なのでぜひこのイベントで狙ってみてほしいんですよね。そんな厳選が比較的楽でした。続いて今後のゲットが絶望的。これもある意味妥協することを納得しやすくしてくれる話の一つですね。伝説のポケモンイベント以外ではマジでめったに出会えないです。もう本当に3年近くポケモンスリーパー遊んでるんですけど、別にエナジーが稼げるようになったからといって伝説のポケモンに出会いやすくなったというようなことは別段感じてません。本当に基本的には出てこないし、たまに出てきてびっくりするっていう体感です。で、たまに出てくる伝説のポケモン、マスターサブレでもない限りゲットまでめちゃくちゃ時間がかかるっていうのは本当に想像に難くないかと思います。今回のイベントであればね、それこそお香で10回呼び出せればボーナスサブレだけでも1匹ゲットしたりできるんですけど、イベント外でラティオスに10回会うのってマジで3年とか5年とかかかるんじゃないかぐらいあんまり出会えないです。本当にね、先日イベントでアンバー渓谷のマスター20も達成できましたし、アンバーのフィールドボーナスはすでに 85% カンストまでいってるくらい通ってるんですけど、エンテイの出現数、アンバーにはエンテイが出現するんですが、エンテイの出現数が12体とかで、これはエンテイイベントの分とかも含んでいるので、イベント以外では2回3回ぐらいしか出会えてないんですよね。ってぐらいイベント外で伝説を探すのって難易度が高いんですよね。なので今やるしかない。 Just do 今でしょ、とにかくやれってね、こう心の中のベネディクト・カンバーバッチも林先生も桜井正宏さんも言っているということで、このバケモンをゲットできるチャンスは今しかないと。で、無論ね、こう来年とかにラティオスイベント復刻みたいなそういうチャンスもあるかもしれないんですけど、でもそれは今回ゲットした子たちで満足できなかった時に願うものであって、今狙いましょう。今すぐ狙いましょう。その権利が今皆さんの手には握られていますということで、迷う必要はないです。今ぜひとも狙ってみてください。迷ってないのであれば全然いいんですけどね、もしちょっとでも迷ってたら今やってみることをおすすめしますし、もしこれで後悔するようなことがあればそれはもう私のせいなので、その時はごめんなさいね、謝罪させていただけたらなと思います。そんな今後のゲットが絶望的でした。それでは4つ目の理由、達米源泉が遠い。ドラゴンの木の実担当といえばボーマンダがやはり名前の上がるポケモンなんじゃないかと思うんですが、達兵衛は基本アンバー渓谷にしか出現しないため、基本的にはアンバーに行ってから探すことになります。しかし難易度の高いアンバーできたら到着した時点でそれなりに活躍できるポケモンが育ってくれていると攻略しやすくなりますよね。しかも達兵衛源泉がすぐに終わるとも限りません。
私は2アカウントともアンバーのフィールドボーナスがカンストしているので、合計50週間近くアンバーに来ているかなと思うんですけど、そもそも達兵衛の遭遇数は46匹と30匹。サブアカはね、ドラゴンウィークでラピスに行ってたりとかしたので、なかなか差が開いちゃってますね。睡眠タイプ狙いとか分割睡眠なしだとこれくらいの出現数だったりします。かつこれまでってそれなりにピックアップもあったので、今後はこれよりも減るんじゃないかなと思いますね。そしてメインアカウントではアンバーのフィールドボーナスがカンストしてから達兵衛を育成し始めました。イベント前のミニアメブーストで育成し始めましたね。本当に今回はラティオスイベントっていう大きなイベントがあったので、タイミングとしてそこまで遅かったとは思わないんですけど、やっぱりアンバー初期から育成できた方が攻略的にも助かるんじゃないかなと思います。さらに育成が大変な大器晩成な達兵衛、あまり厳選も妥協したくないとなれば、ラティオスが事前に育成しておけるドラゴンタイプとして優秀だと言えるんじゃないかなと思います。それでもね、育成はボーマンダより大変なんですけど、いずれにしても一緒にたくさん寝て育てることになるでしょうし、所持数も結構心もとないので、お休みリボンがつけられるとちゃんとパワーアップもしてくれます。確かにね、レベル上げがエナジーにダイレクトに反映される木の実バーストではあるんですが、スキルレベルさえ上げることができれば低レベルでも一定の火力を出してもらうということはできますし、本当にアンバー解放前の方でも解放直後の方でも、まずはラティオスを軸に据えながらじっくり達兵衛を探してみるっていうのもおすすめできるかと思ってます。達兵衛を育てるときはラティオスもさらにパワーアップすることになりますしね。もちろんね、チルットを探して育成するっていうのもとてもいいんですけど、卯の花ぐっすりとかではアローラロコンとかを狙いたくなりそうですし、ラピスぐっすりでは縫いコグマを優先したくなりそうだなみたいなところまで含めて、一旦ラティオスにアンバー木の実担当を任せてみるっていうのも無課金目線おすすめできるかと思いましたので、ぜひとも今ゲットしてたくさん育ててからアンバーへ乗り込んでみてください。そんな達兵衛厳選が遠いでした。そんな感じでラティオス、伝説を木の実特化にしたらぶっ壊れたみたいなシンプルかつ強力な性能をしていますし、幅広いサブスキルを力に変えられる上に、厳選に良くも悪くも限界があるので、ある程度妥協せざるを得ない。その上で他でゲットするには基本復刻イベント待ちになりますし、達兵衛を探すよりも前に育成開始できるドラゴンタイプってことで、本当に無課金目線めちゃくちゃおすすめできると思ってます。なんならラティアスなしでも十分強いので、そこも押せるポイントですね。てなわけで初心者にもおすすめできると思ってますし、無課金にもおすすめできますし、課金している方はきっと狙うものと思っているんですけれども、ぜひともラティオスこの機会に狙ってみてください。そして素敵な出会いがあることを願っております。そんなラティオス、初心者や無課金におすすめできる理由4選でした。皆さんがラティオスを狙うかどうか、ぜひコメントで教えてください。無課金目線であることは間違いないんですけど、さすがに初心者の気持ちはもう思い出せないくらいの時間が経ってしまったかなと思うので、皆さんがどう感じているのかお聞かせいただけますと幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当にたくさんの応援コメントありがとうございます。それでは長いようであっという間な2週間、悔いなく楽しんでいきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。